連休住職三木大雲です。本日は小ヤッキーさんとまた再びコラボ会ということで、小ヤッキーさんよろしくお願いいたします。お願いします。都市伝説寺の小ヤッキーです。こちらのチャンネルに呼んでいただくのは久しぶりですよね。あ、ですね。はい。本当そうですよ。よく考えた人類大会議の方は。そうなんですよ。ね、副会長で出てるんですけど勝手に副会長にしてますけども、はい、ありがとうございます。今回はちょっと、怪談というか、なんか不思議なお話があれば。そうですね。まあ、はい、怪談というか怖い話をさせていただきたくて、はい、なんでか知らないですけど、はい、僕の DM には、はい、結構ね、ストーカー被害みたいな、こんな怖いことあったんですみたいな、相談じゃないんですけど、聞いてくださいみたいなのがすごく多くて、その中から聞いたちょっとヤバめなやつを持ってきたんですけど、いいですか？どうしようかな。じゃあ、お願いします。はい。まずその信じられない話でもお話ししたやつで、はいはい、陸上自衛隊に入っていた方が、はい、結構過酷な訓練をこなすじゃないですか。はい、でもう本当に過酷すぎて1メートル先がもう崖。もう生と死の狭間でやっぱ訓練するんですよね。1週間、2週間。で、そうすると、もうちょっとね、向こうの方で、例えば狐がこっち見てるなとかっていうのも分かるようになってくるんですね。それぐらい山の訓練って過酷らしくて、いろんな気配とかを察知できると。へー、すごい。そうです。で、とある女の子が、そのストーカーっていうか、その変な視線に困ってて、その方に相談したら、こう一緒にこう歩いている時に、あ、ちょっと待って、あの車の男性って知り合いですかっていう。いや、知らないです。あの人ですよ。で、ほんと調べてるその人が犯人だった。すごい。それぐらいなんかもう気配を察知する能力がすごくて。で、これも山ガールっていう言葉ご存知ですか？山ガール、はい、聞いたことあります。はい、その登山に出向いた、その若い女の子が、学生さんなんですけど、引っ込み思案なんですよ。でもやっぱ新しい新生活、友達作って山に行くことで、なんかちょっと楽しみを覚えた。で、その山に行ってる最中に、最初だったにもかかわらず、相談しかけて、ちょっと怖い目になったと。でそこで何かこう霊感みたいなのが目覚めたんですって。結構こう怖い思いをしたりすると、こうパッと目覚める人いるじゃないですか。で、そこから視線をなんか部屋で感じるようになって、それも。いや、なんかちょっとあの日を境になんか視線を感じるんだけど、で、いろんなその霊感強い人に相談しに行っても、俺あんまこう、霊感的なことでは霊いないと思うけどって言われたりして。で、隣の部屋に住んでいる男性も同じ学校に通う人だった。で、それでばったりエレベーターで会った時に、なんかこう変なことがあったんですよね。あ、そうなんですね。なんか見られてる気がするんですよ。あ、気をつけてくださいみたいな。で、いやでもなんか霊の仕業だったら、あれじゃないですか、テレビの上に貼ってあるお札が原因なんじゃないですかみたいに言われて、あ、確かに貼ってあってそれ原因なのかなと思って。で、それを学校で話したら、ちょっと待って、その隣の家の男性、部屋入ったことあんの？ない。で、その同級生と、まあ怖いんでね、部屋に一緒に戻ってもらって、恐る恐る貼ってあったアイドルのポスターをペッて離すと、穴が開いてて、その向こうの人目があったんですよ。こう、見てる最中。そう。これ実はなんで、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖い。なんかこういうなんかストーカーみたいな体験談がすごい送られてきてて、で、最近の中で一番ちょっとゾッとしたやつがあるんですけど、まあここ蓮吉寺お寺なんで、お寺に関することなんですが、某、アイドル関係者というか、そのテレビ関係者から DM をいただいたんですけど、めっちゃ売れっ子の女性アイドル。で、その売れっ子のアイドルのお母さんが、余命3ヶ月の病気にかかってしまったんですよ。で、そのお母さんって、その売れてるアイドルのマネージャーもやってたんで、もうダブルの意味でショックなんですよね。私がこんだけ売れたのはお母さんのサポートがあったからだし、その母があと3ヶ月で経ってしまうっていうのはものすごいショックで、でそこで知り合いから延命寺っていう、まあ、全国どこにも結構あるらしいんですけど、まあ、寿命が伸びたり健康が伸びたりっていう願掛けができる。でそこを紹介されたんで行ったんですって。そしたら、その3ヶ月の余命宣告から2年間、お母さんが生きながらえたということで、まあ、2年経ってお亡くなりになっちゃったんですけど、それも2年間増えた思い出がやっぱ良かったと。あ、行って良かったって思ったんですけど、次にお母さんが亡くなっちゃったもんですから、やっと正式にマネージャーを入れたんですよ。
はいはいはい。はい。じゃあ今度は自分の身を守ってくるような人がいいから男性のマネージャーにしよう。うん。男性を雇いましたと。はい。で、そこからさらにこう売れていくことになるんですけど、はい今度は売れすぎて、はいその人気がいつ終わるのかっていうのが怖くなっちゃああ、まあそんなもんですうね。で、そんな時に、延命寺行こうと。うん今度は自分の人気が長く続くようにお参りしに行こうと。あそこ当たったから絶対当たるわとうん。言ったそうなんですよ。はい。その時に、やっぱり人気が出るとともに、ストーカーみたいな、すごい粘着質のストーカーに悩まされてる。はそれも一緒にお参りしたんですって。い。うん。そしたら、マネージャーに、んこんなストーカーに悩まされて今しんどいんですよって言ったら、あ、そうなんだって、延命寺行ったんでしょ、願い叶うんじゃないの、僕ちなみに延命寺行ったけど願いが叶ったよって言って、どんな願いされたんですかって言ったら、あなたのそばに来ることって言って、実はそのストーカーって、そのマネージャー。怖っ。だからその延命寺もそうなんですけど、願いの言い方によって叶うんだけど、嫌な叶い方をしてしまうなるほど。っていう、まずストーカーに関すること2件のちょっと怖い話です。今もそれマネージャーもちろん今はいないですけど。怖っ。その発覚の仕方もめちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖い。それをいつ言おうかって思ってたらしくて。はい。でもやっぱりそのマネージャーがいない時に限って何か不吉なことが起こったりするんですって。いる時は何も起こらないんですよ。はい。なんかつけられてる気がするみたいな。はいはい。だからマネージャーがそのストーカーになってるパターンが一応業界ではあるみたいなんですよ。めちゃくちゃ怖い。怖っ。私も一度会ったのは、知り合いのふりして、学園に入ってこられて、はいはい、でも、住職と約束してるんです、みたいな。で、その時、そうですかって、なんか、普通、イベンターの方はね、あれですけども、その時はなんかすごく説得力があったらしくて、で、なんかもう、連絡してるんですけど、全然連絡が通じなくてって言って、入ってこられた方、おられたりしたんで。いや、いるんですよ、そういう人。怖っ。イベントに関して言ったら、我々もイベント多いじゃないですか。僕ね、丸山ゴンザレスさんのイベントに出た時に、裏口から出て、普通だったらスタッフがパッてこうすぐ車に迎えに来てくださるんですけど、たまたまちょっと出庫に時間がかかっちゃって、僕は先出ちゃったんですよ。そしたら、待ってるじゃないですか。そしたらもう視線僕も感じるんですよ。そしたらもう遠くで女性がこっち見てるんですよ。たまたまだろうなと思って、パッて見たら、ちょっと近くなってるんですよ。いや、でも気のせいかなって言ったら、もうここにいるんですよ。もしかしたらスタッフかもしれない。で、話しかけられて、この後どこ行きますって言われて、どこ行きますって、スタッフさんですかって、いや、違います。先ほどイベント見てたものですけど、この後どこ行きます食事、何がお好きですかって言われて、いや、ごめんなさい、僕ちょっとこの用事があるんで、無理ですって言って、じゃあ明日なら行けるんですか怖い怖い。で、何が一番怖いかって言ったら、丸山ゴンザレスさんが同じ出口から出てきてずっとこれ見てるんですよ、こうやって。助けてよ、あなたのイベントなんだからって。ちょっと笑ってるんですよ、こうやって。そうですか。そう、だからなんかストーカー気質な事件がすぐ呼び寄せるんですよ。一回、そのイベントやった時に本当になんか倍率が高すぎちゃって、ちょっとたくさんの方をなんか断っちゃうイベントとかもあって。なるほど。で、それが、僕悩みすぎちゃって、たくさんの人に応援してもらってるのに、たくさんの人に会えないことが。で、美容師さんに、小雪さん、これ誰も多分言ってくれないから気づいてないと思いますけど、ハゲてますよ。もうあんまハゲてないように見えるじゃないですか。で、その時にハゲてますよって。いや、そんなことないです。うちの遺伝的には大丈夫そうだし、そう言われたこともないです。写真撮りますねって言って、パシャって撮ってもらったら、本当にハゲてて、悩みすぎて。ただ、これ普通のハゲ方じゃないですね。って。なんでですかって。ちょっとこう、写真見せられたら、ハート型にハゲてる。かわいい。かわいいとかじゃないか。かわいいじゃない。だから多分、女性の生き量が映ったんですねって言って。で、そこから、次は本当にキャパの大きいところでイベントをやった結果、たくさんの方に入っていただけたんで、治ったんですよ。っていうこともありました。なるほど。はい。ちょっとこれ関係あるかどうかわかんないですけど、急に思い出したんですよ。それでね。猫ちゃんが迷子になって、猫探してくださいって
配ってられたから、たまたま私がパッと見たら、その猫ちゃんがすごく特徴的な模様があるんですよ。特徴的。はい、体のところがハートになったんです。で、それがもしいたら、連絡くださいって言われて。で、私歩いてたら、その猫ちゃんと会ったんですよ。数日後ですけど。で、それも、なんとなく気配がしたんです。感じるものがあった。なんとなく、あれなんか私を呼んでるぞみたいな。で、見たら、猫がずっと見てるんですよ。で、見たらハートのその猫ちゃんで、あ、猫ちゃんだと思って。で、いや、家の人が心配してたよって、喋ってたんですよ。で、すっかり捕まえるの忘れて、家の人すごく心配してるから、ちょっとここら辺にいた方がいいよって言って、やったらさーっとその猫ちゃんどっか行っちゃったんですけど、よく考えたら捕まえなくちゃって思ったんですけども、時すでに遅かったんですけど、それを報告したんですよ。そしたらその方が、来られた方、いるような気がするって言って、ご主人で、それも路地にスーッと入っていって、こっちにいるような気がするみたいな、導かれていったら、猫ちゃんブルブル震えながらいて、で、うわーって再会してはりましたけど。やばー。だからなんか、気配っていうか、なんかありますよね、人間って。いや、あるんでしょうね、そういうのね。なんか目に見えない気みたいなのが。目に見えない気といったら、僕やっぱ去年1年間はマジで陰陽師の1年なんですよ。だから僕あんまりね、自分が占いとかも今まで信じてなくて、それこそ、なんだろうな、ランミー・ドゥさんとかいろんな人に会って、少しずつ信じるようになってきたんですけど、陰陽師もあんま信じてなかったんですよ。ただ昔は陰陽師っていうのも、まあ、今でいう国家公務員ぐらいの役職な、もうお偉いさんがやる、選ばれた人たちがやる仕事だったじゃないですか。なんか目には見えない力ってあるんだろうなと思って、なんか陰陽師を紹介されたタイミングで、ちょっとまあ半分疑う気持ちでやってみた結果、すごい目に遭いましてね。で、これ一個ずつ言うとめちゃくちゃ長くなるのでちょっと短く言うんですけど、まず、陰陽師のセッションを受けて、それ結構高いんですよ。高いんですけど、でも一度やるって言ってたからやったんですが、まず1回目、あなたは100億円稼ぐ器がありますって言われて、嬉しい、ありがとうございますと。じゃあどうやってできるんですかって、ちょっと待ってくださいと。ただし、あなたの今その器にはたくさんのいらないものが入りすぎているって言われたんですよ。例えば、そのボールの中に岩とかが入りすぎていて、水が入らない状態。で、これを一回どかしてきれいにする、まあ言ったら作業が必要なんですけど、わかりましたと。それってどれぐらいで取れるんですか？何分ぐらいかかりますかって言ったら、全4回ですよ。ちょっと待ってて。1回でも高いのに、これかけ4世なんで、まずその綺麗にならないんだって。ちょっと騙されてるかも。どうじゃないですか。思いますね。でも、いや、悔しいがやってやろうと。やりました。そこから金脈術っていうのをこうかけてもらったんですけど、かけてもらったのが5回目です、だから。で、5回やった時点で、翌月ですよ。会社でちょっと浮いちゃってたお金があって、それ300万あったんですけど、それ僕に戻ってきたんですよ。で、セッションって1回22万円だったんで、そう、100万円ぐらいは使ってたんですけど、200万円お釣り来るぐらい。なるほど。そんなこと会社で、ありえないんですけど、なかったお金が戻ってきたし、これはそういうことなんだと思って、じゃあ残りの200はもうスタッフに使おうと思って全部なんか家電買ったりとかいろんなことしてあげたんですよ。で、それをお礼を兼ねて、もう一回セッションやった時に、いいことしましたねと。小ヤッキーさんの体質は3倍になって帰ってくる体質なんで、どんどん人に与えてくださいと。わかりましたと。じゃあ、金脈術続けますかって言われたんですよ。ちょっと一回終わったのに続けますかってまたじゃあ22万かかる。すごい。でもなんか、やりますって言っちゃって。そしたらどんどん自分の人生が変わってきて、まずは、富山にとある画家さんがいるんですけど、で、その画家の息子3人が、実はめちゃくちゃ絵描いている小学生の息子さんで、3兄弟なんですけど、富山って藤子 F 不二雄先生を輩出しているすごい芸術に理解のある県らしくて、その学校も子供が絵を描きたいんで休みますっていうのはちゃんと休ませてくるんですよ。すごい。そういう学校があるんですよ。で、その3人の子供が分業して絵を描くんですね。下書きやる人、壊す人、仕上げる人みたいな。で、それで描いてくださった絵が、僕は都市伝説をやってるんで、なんかお寺の絵を描いてくださった鳥居があって、で、その絵を見て、まあ、抽象画って僕わかんないんで、
これどれぐらいの価値があるんですかねって言ったら、これぐらいのサイズだったら1300万円ですよ。言われて、1300万円の絵をもらったのが初めてなんで、まあそれ今スタジオに飾ってるんですけど、で、それは数ヶ月した時に、その絵を知ってる人が、たまたまその絵を見て、これあの人のやつですよね。で、分かってくれて、あ、そうなんです。実は僕の視聴者がお父さんで、その息子さんが描いてくれたんですから、めちゃくちゃ今海外で人気で、多分この絵ぐらいだったら1億円ぐらいしますよ。って言われて、ものすごい値段が上がってたんですよ。だそういうことも陰陽師に言ったら、いや、そんなのは当たり前ですよって。私がセッションしたお客様の中で、売れない画家がいたんですけど、その画家が、相談しに来て、絵を3億円で売りたいって言ったんですよ。でも名前もない人の絵を3億で売れないじゃないですか。で、その陰陽師はこう術書きをしてアドバイスするんですよ。あなたが行ける限り、喫茶店にその絵のことのチラシを持って置いてもらってください。それ実際に実行するんですよ。そうすると、その翌日に、たまたま、そのアラブの方のめちゃくちゃ金持ってる人が、喫茶店で打ち合わせしてて、そのチラシ見て、この絵誰やと。今すぐ呼べっていうことで、翌日に3億決まるんですよ。すごい話。すごいですよね。だから術ってえぐいなと思って。確かに。まあ、そういうことがあって、で、極めつけ僕、都市伝説の音楽とかやってるじゃないですか。そしたら、とあるプロダクションさんが、僕のことを知ってくれてて、で、そのプロダクションさんの会長さんが、僕のファンだったんですよ。で、本気でそれやりたいんだったら、うちの会社で応援してあげるよって言って、ありがとうございます。具体的にどういったことを言ったら、1年間で6000万円ぐらいでいいんかな、予算。取ってくれて、好きに使っていいよって言われて。すごい。いやいやいや、ちょっとそんな使えないですけど、まあ、ありがとうございますって。で、そこから時を経て、またいろんなことが、いいことがあって、これだいぶはしょってます。いいことがあって、またお礼のセッション22万円やって、お申し込みしたんですよ。ありがとうございましたと。そしたら、もっと上がありますけどどうしますかって言われて。ちょっともう望んではないけど、一応まあネタにもなるし、ちょっとお願いしますって言ったら、ちょっとこれ上に許可取らないといけないと。実はその方も違う方にセッションを受けて、その術をもらってるんで、お師匠さんみたいな。そう、お師匠さんに許可がいると。で、そのお師匠さんは、本当に、皇族の方とか、天皇家の方とかを見られているような術をかける人で、その術が1回3億円って言われたんですよ。ちょっと高すぎるじゃないですか。ヤクルト白高部よりもそうですね。多いですね。さすがにちょっと払えない。でもまあちょっと一回師匠に聞いてみないと分かんないんで、ちょっと合否だけ1週間後ぐらいに連絡しますね。で、連絡来て、小垣さん、OK 出ました。分割これ借り入れたらすっごい月の支払いがすごい。そうです。3億ちょっと難しいですって言ったら、いや、大丈夫です。今までと同じ金額でいいです。何パーオフやねん、これと。25万が安く感じますね。そうです。めっちゃ安く感じるじゃないですか。で、ありがとうございますってなるんですけども、過去に1000人ぐらいその人ってセッションで見たんですって。1000人見た中で、その次の上の技って、僕入れて10人目なんです。で、ごめんなさい、ここだけ P 入れてほしいんですけど、その1人目が、なんですよ。それぐらいなんか強力な術がけらしくて。すごい。いろんな人とのセッションの許可を得ている中で画像を見せてもらって、本当に、この人も受けてたんだみたいな人がいて、中には。で、そういう世の中の経済を動かすレベルの人が受ける技です。なるほど。大丈夫ですかって言われて逆に。もうやります。その技が、まず一つ目が、家宅形って技で、かに、託すで、形、家宅形、火なんですけど、技があって、その家宅形を、じゃあ僕受けますって。もちろんそれも何回かに分けて受けるんですけども、受けた後に、そのプロダクションの社長さんの連絡来て、でもやっぱ本気でやりたいから5年契約でいいと。3億円用意するんで。ちょっと、すごいな。桁上がったんですよ。
桁上がるんだと思って。で、実は一昨年ぐらいに出会った、その時本当に無名の、これも画家さんなんですけど、僕の視聴者で、女性の方なんですけど、その人が僕の都市伝説の絵を描きたいってずっと言ってくださって、ただ僕が、そんな売れると思ってなかったんで、新しいスタジオに僕引っ越してないですか。それの入り口に、なんか隠し扉みたいに絵をめくると入り口で入れるような。なるほど。そう、だから扉サイズの絵を描いてくださいって言ってて、2年かかったんですよね。で、それがちょうどそのタイミングで届いたんですよ。で、その絵、その人史上一番大きな絵だったんですよ。で、パーって調べたら、その人今、外国の、マレーシアとかの大統領とか王様とかに献上するレベルの人になっちゃったんですよ。これちゃんとヤフーニュースに載ってます。だからこれぐらいの絵でももう1億円とかしちゃう。すごい。この扉のサイズだったら何億円になるのっていうのをなんかいただいてしまったりとか、そういうミラクルが片付けっていう技をかけられた瞬間にこう。で、これ正しがあって、技には反動があって、そう、これが、ギャップを作ることなんですって。小ヤッキーさんが常識な人であれば、常識な分しかチャンスは来ないですよね。ただ世の中の、例えばイーロン・マスクさんとか、変わってると思いませんか？いや、確かに変わってるかな。そう。大成功してる人ってやっぱ変わってる人が多いっていうのは、世間との溝やギャップを作れる人だと。で、片付けって言ってしまったら、その溝を作る術。空いた溝にチャンスとお金が来るんだよって言われて。なんで僕もその反動で、術かけた翌日とかだったかな。自分の飲食店やってるじゃないですか。その行くしかで、その材料を仕入れてる先と、なんか契約をうまく、なんか引き継ぎできなくて、一括で850万の請求とか、買ったばかりの新車が傷つけられちゃったりとか、もう、これ初めて言うんですけど、信用している、その、編集者さんの一人が水増し請求してたことが発覚したりとか、毎日数百万単位で何か起こるんですよ。めちゃくちゃしんどかったです、これ。そう。で、それの集大成が去年末の、殺害予告なんですよ。なるほど。だから、いいこともめっちゃあったんですけど、その分ちゃんと反動があって。なるほど。だから、どうか死なないでくださいって言われてたんですよ、そう。私の知り合いでまだ死んだ人はいないですけど、一番最悪な目にあった人誰ですかって聞いたら、逮捕されました。って言われて、どうかだから死なないでくださいって言われて。だからその術が一通り終わって、去年でそれが一通り終わったと。なんで、こっからはもういいことしかないんですけど、だから去年の後半は僕誰にも言わなかったんですけど、めっちゃしんどかったんですよ。毎日なんか起こって。いや、私実は、ちょっと気がついてたんですよ。小ヤッキーさん元気がないって。マジっすか？本当に。で、ちょっとこの話を事務所でもしてて、で、元気がないので、私は陰ながら、元気が出るように、気は送ってました。いや、ありがたいです。なんとか元気出てって。でも、なんか、思うんですけど、人生って最終的にトントンになるというか、差し引きゼロになって、だからなんか私もすっごく貧乏でもう、電気ガス水道に困ってた時から、1億5000万が当たったり、反動がある、反動がやっぱりなんかあって、だから一番じゃあ何がいいかっていうと、くじ引きで言うと基地。基地の人生をずっと送れることが一番やっぱり嬉しいかもしれませんね。そうですね。だからなんか、今これご覧の皆さんの中で、今めちゃくちゃしんどいなっていう方も、それ乗り切ったらまたいいことあるでしょうし。めちゃくちゃいいこと今やったっていう人も、どこかでまた苦しいことがあるかもしれませんので、なんか、そういう浮き沈みの中で、自分がいかにして生きていくかってことを考えていただけたらね。いや、うまくまとめていただいて。いや。でも本当にその通りで、多分見ておられる方の中にもめちゃくちゃしんどい方いると思うんですよ、今ね。しんどいからこそ見てる方、笑いたい方も多いと思うんですけど、自分自身で術掛けしてほしいんですよね。必ず今のことが反動になって、いいことで返ってくるっていう思ってほしいんですよね。だ僕はその、なんだろうな、術をかけてもらったからとかじゃなくて、その陰陽師の方に、いいことが3倍なんで返ってくるからって言葉だけが希望だったんですよね。なるほど。そう。だからそれを今言われてると思って、今の分以上に返ってくるっていうのが、僕はなんか絶対的だなと思ってるんですよ。
っていう感じになったらいいなと思いますね。いやでも本当いいことやればいいことが返ってくる。悪いことやれば悪いことが返ってくる。でも時としていいことやってるのに悪いことがあるっていうのもこれもお経に書かれてて、ただ応報でそれに応じた報いっていうのは何年か先になるかもしれませんけど必ず来るので、一番大切なことは腐らず生きることですね。しんどい時に、もうなんか周りを恨んだり多責にならないようにね、生きれば必ず幸せになれると思いますので。ということで本日は本当に貴重なお話をめちゃくちゃなんかもっとお聞きしたいんですけど、そうですね。またいやめっちゃまだねあるんで。本当ですか。いやこれ初めてここまで言ったんですよ。あ、そうですか。もっと細かくありますし、結局はテレビのレギュラーが決まったりとかいろんないいことっていうのがあって、今そうですよね。まあその自慢話はどうでもいいんですけど、きっと皆様にもご利益があると思いますので、そうですね。はい。ぜひ皆様にも届くように願っておりますので。ということで本日は小焼さんとコラボさせていただきました。今度私もチャンネル小焼さんのチャンネルの方に出させていただいてますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。ということで本日もどうもありがとうございました。